妊娠を繰り返し産んではすぐに殺す母親。精神の限界を迎えたその女は容赦なく生まれたての柔らかな首元に手を伸ばしました。2014年4月、アメリカユタ州プレザントグローブ。その日、緊急通報911に1本の通報が入りました。 I just found something in my garage. I think it's a miscarriage. Can you be more specific? What do you mean by a miscarriage you found? I have no idea. Just please send an officer up here. It sounds like you may need medical. It's been wrapped up in a plastic bag and stinks. Okay, what is it? It's a little baby. ひどく動揺した様子の男の話をよく理解できずにいたオペレーター。無理もありません。なぜならその家のガレージにはとても現実とは思えない光景が広がっていたんです。男の自宅のガレージには全部で7人の乳児の遺体が隠されていました。ガレージから発見された7人の乳児の遺体。なぜ彼らの命は生まれてすぐに奪われてしまったのか。彼らの母親はその行為こそが自分が与えられる唯一の愛だと思っていたんです。おそつけんちゃんです。いや、みやみんこんです。いや、みやさん、最近ね、ストレートネックと診断されまして、現代病院ね。本当に治んなくてですね、ニトリの4000円ぐらいのストレートネック用の2段になってる枕を買ってみたんですけど、どうマジ寝れない。多分ね、慣れてないだけ。でもね、口コミめっちゃ高くて、多分あとちょっとしたら慣れるのかも。いや、私ね、枕に関しては、昔に仕入れた情報をずっと信じてんだけど、寝る時の姿勢が良ければ自分にとっていい枕だし、どんな枕でも自分にとって寝る時のマットレスとの相性が悪くてさ、余計にこうなっちゃったりとかすると、悪い枕だっていうのを信じてんだけど違うの？多分ストレートネックのせいで正しい姿勢にしてくれる枕と今相性悪い状態であって、だんだん慣れてくんじゃないかな。そういうこと？矯正枕ってこと？それまあわかんない。ストレートネック用の枕でボコってなってるから、多分ねちょっとずつ治るんだと思う。じゃあ1週間後にまたちょっと経過を教えなさい。多分そんなすぐ治んないと思う。だってこれもうすんげえ育ててきたストレートネックだから、みんながね悩んでる病気ですから。そうなんです。はい、そうなんです。皆さんもね、本当に結構辛いんで、はい、仕事しすぎかなと思いますし、ストレッチもね、本当にしっかりしつつね、健康を維持しながらね、アルゴメトリーでいろいろこう勉強していただければ幸いでございます。今回はアメリカユタ州で起こった驚愕の事件をご紹介します。とある家のガレージから箱詰めにされた乳児の遺体が発見されるんです。何それは乳児の殺人が隠蔽されてたってこと？そこなんですよ。この乳児がね、殺されてたかどうかっていうのが、今回非常に重要なポイントになってくるんです。約9年ぶりにその家のガレージを掃除しにやってきた男。そして明るみに出されたのは、9年前にある一人の女性を襲った悲劇だったんです。9年越しの秘密。2014年4月12日、アメリカユタ州プレザントグローブ。豊かな自然に囲まれたこの街で自宅ガレージの掃除をしていたその男はダレン・ウエスト。散らかってるな。長い間ずっと放置だったもんな。ガレージに置かれていた段ボールの埃を払いながら独り言をつぶやいたダレン。その家はダレンの両親が所有しているもので、彼は9年ぶりにそこへ帰ってきました。再びその家で暮らし始めたダレンはガレージの古い荷物を整理していたんです。そして、くっさいな。何が入ってんだ。ダレンが気になったその段ボールはダクトテープでぐるぐる巻きにされていました。その段ボールからは妙な匂いが漂っていたんです。ダクトテープをほどき、何の気なしにその箱の中身を覗いたダレン。その中には毛布で包まれた何かがさらにビニール袋で覆われた状態で入っていました。そしてダレンがビニールをほどくと、乳児の白骨死体が出てきたんです。大変だ。その後警察に通報したダレンは確かにこう言いました。絶対にあいつが犯人だ。なぜかって遺体のことをあいつに話したら警察には言うなと言ったんだ。ダレンが言うあいつとは彼の元妻ミーガン・ハンツマンのこと。二人はミーガンの不倫をきっかけに別れていました。そしてダレンとしては犯人はその家で一緒に暮らしたことのある彼女としか思えなかったんです。いやこれさ、警察に言わないでって言った時点でもう後ろめたいことあること確定じゃない？ミーガンが犯人で間違いないでしょ。これ警察がね事情を聞くと、彼女はやむにやまれぬ事情があったと話したんです。ダレンから話を聞いた警察はその場で元妻のミーガンに電話をかけました。すると彼女は遺体を隠したのが自分であることをすんなり認めたんです。 Are you able to help us understand what's going on here? It was a miscarriage. It was like 9 years ago when he first left. And how far into your pregnancy were you? Like 7 months. It was born, stillborn.
ガレージで見つかった遺体は9年前、ダレンがその家を出て行った頃に妊娠が発覚した子供。その子は妊娠7ヶ月の時点で死産してしまったというんです。その後、警察署で取り調べを受けたミーガンは9年前、自宅のバスルームでその子を産んだと供述。生まれてきた乳児は産声を上げず、すぐに息をしていないと分かったんです。ミーガンは乳児の口から血をかき出すなど、思いつく限りの処置を行ったものの、死産になってしまい、パニックになって遺体を隠したというんです。当時は、私も若くてどうすればいいのか分からなくて、亡くなった赤ちゃんを箱に入れておくことしか考えられませんでした。涙ぐむミーガンを見て、警官は小さくため息を漏らしました。生まれてきた乳児の遺体をガレージに隠してしまったことは決して許されない行為。ただ、若さゆえにパニックになったという話と、悲しそうに顔を歪ませるミーガンの姿に同情した警察は、彼女をそれ以上責めようとは思わなかったんです。救急車を呼ぶなりなんなりできなかったのかしら。夫がいなくなって一人じゃどうしようもなかったってこと？そう思えますよね、普通に考えたら。ただこれ警察がね、ミーガンの話をどんどんこう深掘りしていくと、とてもね、やむを得ない行動の末に起こしたものとはね、思えなくなってくるんですよ、これ。ミーガンを取り調べる中、自身の過去の行いを悔やむ彼女の振る舞いに少なからず同情していた警官。そんな折、その警官宛てに連絡が入り、彼は一度席を外しました。そして再び取り調べ室へ戻ってきた時、警官はこう言ったんです。ミーガンさん、ガレージで2人目の赤ちゃんが見つかりました。先ほどまでの穏やかな表情を一変させ、険しい表情でミーガンを見つめる警官。彼女は目を泳がせ、言いづらそうにこう言いました。他にも隠したの、ごめんなさい。その後、問い詰められたミーガンは、ガレージに乳児の遺体を全部で4人分隠したと自白。その理由は、周囲に妊娠を知られたくなかったためだと言いますが、周囲に妊娠を知られたくなかった理由っていうのは、死産を繰り返してたからなの？というよりはね、当時ミーガン自身がね、とてもね、誰かに相談できるような精神状態ではなかったんです。彼女はすさんだ結婚生活の中で次第に追い詰められていったんです。不幸の連続。ミーガンと後の夫ダレンが出会ったのは、彼らが地元プレザントグローブの高校に通っていた頃のこと。その頃から交際していた彼らは18歳になったタイミングで結婚。ここから彼らはダレンの両親が所有する家で新婚生活を開始。やがてミーガンはダレンとの間に3人の娘を産みますが、その頃から夫婦の生活に少しずつ陰りが見え始めるんです。おらこのクソ女が。ある時から夫のダレンは頻繁にミーガンに暴力を振るうように、異様に興奮した様子で妻のミーガンに殴る蹴るの暴行を加えるダレン。実は彼は違法薬物に手を出してしまい、完全に薬物中毒の状態でした。ハイになって妻のミーガンに手を挙げるだけではなく、彼女まで影響されてしまい、夫婦揃って薬物中毒に。両親から言わせれば、ミーガンは幼い頃から自分のことをあまり話したがらない秘密主義の性格。彼女の結婚生活の悩みは誰にも相談されることもなく、夫婦はみるみる泥沼に。死産した子供をそのまま放っておいたっていうのも、薬物中毒で正常な判断ができないからってことなの？この後ね、実はミーガンは薬物中毒は克服してるんですよ。ミーガンはその後自助グループに入り、どうにか薬物中毒を克服。しかし困難を乗り越えた彼女には次の試練が待ち構えていました。ようやくミーガンが立ち直ったその頃、病気を患っていた父親が自ら命を絶ってしまうんです。お父さん、なんで？父親との突然の別れに悲しみ嘆くミーガン。来る日も来る日も泣き続け、お酒で現実逃避をしていた彼女はアルコール依存症になってしまうんです。そんな折、迎えた2005年、夫のダレンが違法薬物所持の罪で逮捕。彼が9年間家を空けていたのは、実はこの服役期間だったんです。ミーガンはダレンの服役中もその家に住み続けましたが、夫のいない生活に寂しさが勝ったのでしょう。不倫が発覚した結果、義理の両親に出ていくように言われ、娘たち3人を残してその家を出るんです。その後、元夫ダレンは2014年4月に出所。またその家に住もうとしていたところ、ガレージから遺体が見つかるなどと彼は予想だにしていませんでした。遺体を隠したミーガンの行為はもちろん許されないことではあると思うんだよ、でも確かにそうやって死産を繰り返してさ、精神的に病んじゃう部分があるってのも分からなくもないわよね、ただね、これ彼女はずっと死産っていう言葉を繰り返してるんですけれども、これ本当にそうなのかなってこう思いませんか皆さん？取り調べを続けた警察はこの後さらなる凶悪な事実を知るんです。曖昧な記憶。ガレージから乳児の遺体が見つかり、その後全部で4人の遺体を隠したと自白したミーガン。警官もさすがにもうそれ以上は何も出てこないと思っていたのですが、取り調べを進めるうち彼女はこんなことを言ったんです。正直覚えてないんです。全員で8人9人ぐらい隠したかも。
警察が引き続きガレージを捜索すると、最終的に全部で7つの遺体が発見されました。そして遺体の数が明らかになった後も、ミーガンはまだ何かを隠しているかのような振る舞いを見せるんです。 Was that baby alive when it was born? For a short time. ガレージに隠していた乳児たちについて、当初はいずれも病院に行かなかったために死産になったと話していたミーガン。それがある時から彼女の供述はだんだんと曖昧になっていたんです。生まれてから少しだけ生きていた。心臓は動いていたと思う。そう、ミーガンは本当は。それはまだミーガンが夫のダレンと暮らしていた頃、その日体調が優れない様子のミーガンはもう長く一人で寝室にこもっていた。苦しい。額に大粒の汗を浮かべるミーガン。リビングでは夫のダレンがテレビを見ていた。そして寝室で寝込んでいるミーガンを彼が気にする様子はなかった。薬物中毒であることを思えばそれも当然の振る舞いだったのかもしれない。しかしミーガンにとっては夫から気にされない方がむしろありがたかった。生まれる。ミーガンがしばらく顔を歪めていると、やがてベッドに敷かれたタオルの上にその子は姿を現した。乳児は泣き声を上げようとするが、ミーガンは慌ててその口を塞ぐ。そして彼女はベッドサイドに置いていたヘアゴムを手に取ると、その子の首を思い切り締め上げた。ミーガンが遺体を隠していた7人のうち1人は彼女が言った通り死産でした。しかし他の6人は死産ではなく、生まれてすぐ彼女が自らの手で考察していたんです。殺害した後は自分の服や毛布で包み箱に入れてガレージへ。夫ダレンと暮らしていた頃の7回にわたる妊娠をそうやってミーガンは誰にも知られずに隠し通したんです。せっかく生まれてきた子、なんでそんな粗末に扱えるのよ。もうそんなことするぐらいなら産まなきゃいいじゃないのよ。ただ子供を産まないっていうのはミーガンが属していた宗教的には難しかったんですよね。彼女はユタ州では一般的な LDS という宗教を信仰していました。というわけで本日のメトラキーワード LDS について。 LDS とはキリスト教系の新宗教で、通称モルモン教とも呼ばれます。日本での正式名称は末日聖徒イエス・キリスト教会。1830年にニューヨークで創始された LDS は移転や戦争を経てユタ州ソルトレイクシティに本部を構えており、現在はユタ州の人口の約 60% が LDS の信者となっています。 LDS はキリスト教系の宗教の中でもルールが厳格で、婚前交渉や避妊が禁止されています。そのため若いうちに結婚して子供を持つ人が多く、子供が5人6人いる家庭も珍しくないんです。2024年のデータではユタ州の世帯当たりの人数は 3.04 人で全米1位。その出生率の高さは紛れもなく LDS の影響なんです。 LDS を信仰しているミーガンは避妊をしておらず、夫ダレンとの結婚生活で何度となく妊娠、その度に産んでは殺してを繰り返していたのですが、周囲は誰も妊娠しているとは思っていませんでした。ミーガンは服装を工夫し、太ったり痩せたりしているだけに見せかけていたんです。生まれてきた子供を手にかけていた理由についてよく覚えていないと語ったミーガン。当時薬物中毒だった彼女はおそらく経済的にも精神的にも子育てができる状態ではないと考えたのだと検察は推測しました。2015年2月12日、第1級殺人6件で有罪となったミーガンに下された判決は終身刑6回。2064年4月、89歳の頃に仮釈放審理が予定されています。子育てできる状態じゃないって自分の両親に相談するとかさ、取れる手段はあったんじゃないの？本当にね、ごもっともなんですけど、これさらに消せないのが、実はミーガンは子供好きだってことなんですよ。自身の子供の命を産み落とされたその瞬間に奪うという取り返しのつかない犯行を繰り返したミーガン。しかしミーガンに育てられた娘の手紙には、凶悪な犯罪を犯した彼女へ宛てたものとは思えないような内容が綴られていました。私が知っている母はいつもご飯を作ってくれて、部屋をきれいに掃除してくれて、私たちをとても愛してくれました。裏でこんなことをしていたなんて信じたくない。ミーガンは自分の子供だけではなく、近所の子供たちの面倒を見る場面もあり、近隣住民からも子供好きで知られていました。また長女が妊娠したと知ると、自分がおばあちゃんになることを心底喜んでいたといいます。ミーガンは本来子供を深く愛していたはず。たとえ薬物中毒の状態だったとしても、彼女のような人が今回の犯行に手を染めてしまったことがただただ残念でなりません。確かに当時のミーガンはとても子育てができる状態ではなかったのかもしれません。しかし彼女には犯罪行為以外にもいくらでも選択肢があったように思います。もしミーガンのように絶対に育ててはいけないと思える状況で子供を授かったら、あなたはどのような選択をしますか？